与論島の南から時計回りでスクーターでビーチを中心に巡っていきます。絶景あり、観光スポットあり、映画で使われたロケ地ありの盛りだくさんの内容になっています。もずくも美味しかったです。そして潮が引いた時に現れる百合ヶ浜に上陸した後は念願だったウミガメも撮影できました。無形文化財に指定されている島のお祭りにも遭遇しました。スクーターで巡る島の旅が始まります。今日はこちらビーチランドロッジから出発します。まずは近くの海までスクーターで向かいます。今回のこの動画では与論島を一周していろんなビーチを紹介したいと考えています。もうビーチに着きますよ。青い海が見えてきましたね。最初のビーチに着きました。うわ、すごく綺麗ですね。そして白くて美しい砂浜、打ち寄せる波にとても癒されます。次の日の朝に行ったらこんなに綺麗でした。さらに隣の赤崎海岸も静かで良かったです。さあ次のビーチへ向かいましょう。今回はスクーターに乗っている時は左上に地図が出て右上にコードが出ます。参考にしてください。風車を見ながら左に曲がります。さあ次のビーチが見えてきました。到着しました。誰もいない海で気持ちが高鳴ります。それでは下に降りてみましょう。ここも砂浜が綺麗で素敵ですね。この岩も特徴的で名前がついていそうです。浜辺全体はこんな感じでプライベートビーチ感満載です。少しずつ風車が近づいてきました。風車は今日動いてないみたいですね。左手にトイレがあります。トイレが近くにあると安心できますね。前浜海岸に着きました。ここは車を止めるスペースもあって子供とシュノーケリングに良さそうです。自然のままの海岸という感じで良いですね。岩の上には藻がついていて滑りやすいので気をつけてください。美しい海に癒された後は一気に坂を登ります。与論島には信号機が一つしかないのでスクーターでのんびりと快適に走ることができます。道もきれいに舗装されていて走りやすいです。このような坂があちこちにあるので与論島での移動手段は車かスクーターをおすすめします。画面右上の高度計を見てもぐんぐん登っているのがわかりますね。ハイビスカスの花も道沿いに咲いて気持ちの良い坂道です。前をバックパッカーの女性が歩いています。この坂道を歩いて登るなんてすごいですね。左手に海が見えてきました。ハミ号パンタ展望所です。
サンゴ礁も眼下に見えてすごい絶景ですね。少し下の方も見てみましょう。先ほど通ってきた風車も遠くに見えますね。再び走り始めます。先ほど追い抜かした女性が道端に立ってこちらを見ています。ピース、笑顔で手を挙げました。良い旅にお互いになると良いですね。さあ、この辺りで一番高いところに差し掛かりました。前方に素晴らしい景色が見えてきましたよ。左のガードレールの隙間にも波立つ海が見えていますね。それではここで少し休憩をしていきましょう。わあ、ここも素晴らしい景色ですね。そして振り返って山側を見るとありましたヤンバルクイナの像です。美しい景色をまっすぐに見ています。この像は沖縄の国頭村から沖縄の復帰40周年記念で贈られた像なんですって。さあ、ここから海まで一気に降りていきます。左上の地図を見ていてくださいね。また先ほどの女性が歩いていますね。抜きつ抜かれつですね。海に行くために左に曲がります。あれ、工事しているみたいですね。とりあえず右に行ってみましょう。新しいコテージができるのでしょうか。まずはどんな海か見てみます。緑の小道が綺麗ですね。その先の青い海も素敵です。後で調べたのですが、ここはどうやら目指していたウアー沼木海岸ではないようです。海辺の岩が荒々しくて海まではたどり着けませんが、スキューバダイビングに良さそうですね。さあ、次は漁港に向かいます。のどかな田舎道をのんびりとスクーターで走るのは気持ちがいいです。まっすぐに行くと空港と茶話街があります。左に曲がると漁港に着きます。着きました。泊漁港です。綺麗な漁船が並んでいます。しかしどなたもいらっしゃらないですね。海が澄んでいてとても綺麗です。ここにはトイレがあるのでトイレ休憩に良いですね。さあ、次は古い桟橋に向かおうと思います。フェリーが入ってくる港も見えるので、船で与論島に来る方には参考になるかもしれません。左上の地図を見ていてください。どんどん行きますよ。ここを左に曲がります。さあ、着きましたよ。桟橋が見えてきました。波が穏やかで素敵な場所ですね。右手のこの辺りの岸壁にフェリーが着岸します。少し桟橋を歩いてみますね。綺麗な波打ち際です。ヨロングドゥーンの海ですね。今日は少し風が強いのですが、
ビーチ全体はこのように穏やかな波が打ち寄せています。さあ、次は有名な観光スポットの与論駅に向かいます。ここを左に曲がりますね。到着しました。スクーターを左に寄せて止めます。もう目の前に駅舎が見えていますね。与論島には鉄道は通っていませんが、鹿児島と沖縄を結ぶ中間の夢の駅として天の川銀河鉄道本線与論駅が誕生したみたいです。星空観察にもいいみたいです。それでは一度駅を出てみます。わあ、綺麗なビーチが見えますね。海岸まで降りてみましょう。脇の階段とスロープからすぐ浜辺に降りることができます。綺麗ですね。ふばまです。ちょっと波打ち際まで歩いてみますね。今は引き潮で岩が見えていますが、透明で綺麗な海ですね。沖合までエメラルドグリーンの海、そして隣のビーチも素敵ですね。この後行きます。さて、一度与論駅まで戻ってきました。今度は線路の小道を散歩してみましょう。見晴らしのいい道が続いています。とても美しい景色ですね。さらに歩いていくと、先ほどご紹介した岸壁に今まさにフェリーが接岸しようとしています。隣の綺麗なビーチに行く前に、次は与論空港に行きます。そうそう、映画のメガネを皆さんはご存知ですか？そのオープニングのシーンでも使われた素敵な空港です。着きました。ここを右に曲がれば空港です。白い建物が素敵ですね。与論空港の発着便は多くないので、それ以外の時間は閑散としています。メガネの映画を見た方ならこの景色見覚えがありますよね。今はのどかに見えますが、飛行機が到着した時にはレンタカーや宿の人たちの迎えが来て賑やかになります。これはたまたま与論空港に到着する飛行機を撮影したものです。かっこいいですね。さあ、ビーチ巡りに戻りましょう。次はお待ちかね、先ほどのふばまから見えたパラダイスビーチです。空港からすぐ近くにあって歩いても行けるので、飛行機に乗るまで時間がある方は行ったりするみたいです。ほら、もう着きました。この大井サンゴ礁というレストランの奥にパラダイスビーチがあります。それではレストランの横を通って看板に従ってビーチまで降りてみましょう。覗き込むとすぐ下にビーチが見えます。この看板の横の階段を降りていきます。階段の下まで来ました。やっとたどり着くことができましたね。白い砂浜と青い海、夕日を見るのにも良いみたいですよ。今は4月半ばですが、誰もいなくて気持ちがいいですね。ほらほら、遠くに先ほど見たフェリーとふばまのビーチが見えます。さあ、それでは恒例の波打ち際チェックです。ゴミ一つ落ちていなくてすごく綺麗ですね。与論島のビーチは地元のボランティアの人が綺麗にしているそうです。次もすごく素敵なビーチです。リゾートホテルの前にあるのですが、誰でも入ることができます。そうそう、
映画メガネのロケ地をまたご紹介しますね。コーラルウェイといってサンゴ礁でできた白い砂の美しい道です。空港の滑走路の横にあって、先ほどの空港に降りてくる飛行機の映像もここで撮影しました。すごく絵になりますよね。ここに来てぜひ記念写真を撮ると素敵だと思います。さあ、空港の端まで来ました。もうこの先を曲がればビーチです。それではビーチに降りてみます。すごい絶景ですね。ここで一日過ごせたら素敵でしょうね。遠浅の海で泳ぐのも安心です。あちらにホテルが見えますね。プリシアリゾートヨロンというホテルです。素敵なホテルのようなので泊まってみたいです。とても穏やかな波に癒されますね。ちなみに夕焼けも見に来てしまいました。綺麗ですね。あまりに美しいので言葉を失います。それでは次のビーチに行きましょうと思ったのですが、お腹が空いてきたので一度食事をとりに島の反対の南まで戻ります。長い坂道を一気に登っていきます。そして高台にあるヨロン城跡の横を通ります。あとはまっすぐの坂道を下っていきます。ヨロン民族村の前を通ればおすすめのお食事処岬に着きます。それでは店の中に入ってみましょう。お土産やコメントノートが置いてあるので見て回りたくなります。メニューで私のおすすめはスタミナニンニクラーメンです。自家製麺で癖になる味です。もずくたっぷりの磯かそばも美味しかったです。店のすぐ近くには綺麗な赤崎海岸もありますし、駐車場とトイレもあるので一日遊べますね。お腹もいっぱいになったところで次はおすすめのカフェに行きましょう。海沿いの気持ちのいい道を北上していきます。この右手にとても広くて美しい大金区海岸があるのですが、後ほど紹介しますね。白いラインを手繰り寄せながらスクーターをのんびり走らせます。南国らしい道に気持ちも高まりますね。さあ、ここを右に入れば到着です。ヨロンシーサイドガーデンというカフェでワンドリンク付きで入場料500円です。広いお庭にパターゴルフ場があり、コーヒーやマンゴージュース、そして美味しいハンバーガーを食べることができます。エメラルドグリーンの海を眺めながらくつろぐひとときはもう最高なんです。本当に何時間でもここで夏を感じていたいと思えるんです。カフェは写真になってしまったので動画で隣にある鳩の湖をご紹介しますね。大金区海岸からの道をカフェは左に曲がったのですが、今度はまっすぐ行きます。さあ、着きましたよ。入り口には可愛らしい看板があります。ここから少し歩くと海岸に出ます。ありました。さてさて、何があるのか見てみましょう。わかりますか？この湧き水は枯れることなく湧いてくるようです。晴れた日の海の色って本当に素敵ですね。そして波の音にもとても癒されます。ここから海に向かって少し右に歩くと、手前には離れ小島のキャンチクパナリ
そしてその奥に大金区海岸が見えます。さあ、茶花の市街地に戻ってきました。ビーチ巡りを続けましょう。正面に見えるのは茶花漁港です。ここを左に曲がります。まっすぐに200メートルほど走ってくると、茶花海岸の前にある王者の椅子というモニュメントに着きます。世論マラソンの優勝者が座る王者の椅子、普段は誰でも登って座ることができます。それでは王者の椅子の向かいにある茶花海岸に行きましょう。こちらにも素敵なモニュメントが見えてきましたね。青空の下のギリシャ風の白いステージ、世論マラソンのパーティーやイベントに使われるそうです。ステージ最上段の枠から見た茶花海岸です。波打ち際まで近づいてみましょう。地元の人たちも集まる人気のビーチです。このスペースもみんなで集まるのにいいですね。駐車場を出て次のビーチに向かいます。茶花漁港の前の道をまっすぐに進み、細い道を登っていきます。曲がりくねった道を抜けるとトイレ付きの駐車場にたどり着きます。それではビーチの方へ歩いていきましょう。広々とした素敵なビーチですね。レンタルしてくれるところもあり、マリンアクティビティも充実しているようです。波が静かでいいですね。ウミガメに会える確率も高いんですって。そして海に向かって右手奥を進んでいくと、こんな秘境に出会えます。足場に気をつけながら海側の岩場を登ると、こんな景色が見られます。下を覗き込むと砕ける波も美しいです。再び細い道をたどり、次のビーチへ向かいます。次は別日に訪れたのですが、とても素敵なビーチにある施設をご紹介します。世論 B&G 海洋センターというのですが、最初は何かの研究施設だと思っていました。今回はここのシュノーケリングツアーに参加したいと思います。とても立派な建物ですね。ツアーに参加する前にビーチを少し見てみましょう。わあ、すっごく美しくて絵になるビーチですね。ウェットスーツに着替え、シュノーケリングの道具を積んでポイントを目指します。いよいよ潜ることができるみたいですね。引き潮の時間帯だったのか、サンゴ礁が浅く近いところにあってとても良かったです。この安定した映像はツアーのお兄さんが撮影して帰りに iPhone のファイル共有で渡してくれました。良い記念になります。さまざまなサンゴや魚、そして特にこの青いスズメダイの群れは美しくて感動しました。ツアーも終わり、ビーチに戻ります。さあ、次は自然豊かなビーチに向かいます。のんびりできる、夕日を見るのに良いと評判のビーチです。舗装されていない駐車場の向こうに広々とした海が見えてきました。それではビーチに降りてみましょう。ベンチに座っている人もいて、皆さん思い思いに楽しんでいますね。海の色が濃く感じるのは近くにサンゴ礁があるのかもしれませんね。それでは波打ち際まで近づいてみましょう。今日は風が強いせいか、荒々しい波が打ち寄せていますね。
さあ、自然豊かなビーチを後にして次は漁港へと向かいます。映画メガネのロケ地に使われた魚論島ビレッジの前を通り過ぎます。そしてここを左に曲がります。海がまた見えてきました。島ホテルの手前を左に入ると宇勝漁港です。ここは釣りに良いかもしれません。実際に魚が釣れていました。綺麗な海の色ですね。そして漁港の隣には小さなビーチがあります。美しい漁港を出て次はいよいよ映画メガネのメインのロケ地トゥマイです。のどかな田舎道を東の海岸へと走ります。空が広くて都会では感じられない景色ですね。ここを右に曲がって遠くに海を見下ろしてここを曲がればトゥマイに着きます。海岸の手前、この左手にトイレと駐車場があります。さあ、この左手がもうトゥマイです。ここにスクーターを止めて先に奥の寺崎海岸をお見せします。ここがトゥマイの隣にある寺崎海岸です。ここにも少しだけ駐車スペースがあります。それでは後ろを振り返りトゥマイに行きましょう。あそこに何か説明があります。まずは映画メガネのロケ地だったという看板です。そしてここはパワースポットでここから夫婦竜の両方が見られるという説明文です。こちらがメスの竜です。わかりますか？そしてこちらがオスの竜です。それではビーチに降りてみましょう。今日もにぎわっていてとても人気のあるビーチだとわかりますね。このビーチの砂は細かくて本当に綺麗なんです。波が美しいですね。ぜひ午前中の光が綺麗な時間に訪れることをおすすめします。そうそう、さっきの説明文にも書いてありましたが、11時から15時の太陽の光が一番いいエネルギーがあるそうです。海の中も綺麗ですね。名残惜しいですが、また次のビーチに移動します。次はこじんまりとした墓地の横に入り口があるグルパナ海岸です。与論島ではとても良い景色の場所に墓地があります。それを見てご先祖様をとても大切にしているのを感じました。さあ、ビーチに出ますよ。静かですね。空と海と砂浜と誰にも邪魔されず佇んでいる感じがします。そして足元には誰かが作ったサンゴのモニュメント、楽しかった思い出、打ち寄せる波を見ているといろいろと考えてしまいますね。でもきっとここはそんな思いを馳せる場所なんだと思います。ぜひ皆さんもここへ来て思い出や夢と向き合ってみてくださいね。さあ、次もウミガメに会える確率が高いと言われている水田海岸です。緩やかなカーブを曲がる時のスクーターとの一体感、
乗ったことがある人はわかると思いますが、素敵なんです。ここを左に曲がれば間もなく水灘海岸です。着きました。ここは港としても機能しているみたいですね。今は曇っていて残念ですが、ここもすごく綺麗な場所なんです。ここで泳いでウミガメと会えるといいですね。ただ流れの速いところもあるようなので、他の人がいる時に泳ぐとか、ツアーに参加するとか、流された時のためにウェットスーツを着るとか、浮き輪を持っていくとか、工夫が必要かもしれませんね。それでは次はいよいよ大金区海岸をご紹介します。ウミガメにも会えましたよ。今日はここ百合ヶ浜南展望所からの朝日を見てから出発します。すぐ下にあるシーマンズビーチからの朝日もいいですね。大金区海岸はすぐ着きますよ。それでは海岸へと向かいましょう。この先に百合ヶ浜の看板がありますが、百合ヶ浜は沖合に潮が引いた時に出現する砂浜です。大金区海岸は約 2km の白い砂浜が続く与論島最大のビーチです。今回はマリン5さんのツアーに参加して百合ヶ浜を目指します。もうすでにたくさんの方が上陸されていますね。さあ着きましたよ。もう本当に信じられないくらい素敵な景色ですね。こんな美しい砂浜の上で波と波がぶつかり合うのを見るのは初めてです。今回潮の関係で百合ヶ浜は現れない予定だったのが、小さいながら見ることができてよかったです。一度ビーチに戻った後、赤崎サンゴの森にシュノーケリングしに向かいます。赤崎灯台を右に見て、さらに沖へと進みます。すっごく透明度がいいですね。綺麗なサンゴ礁とさまざまな魚がいます。ハマクマノミもいます。カラフルな熱帯魚。かくれんぼさん見て。大きな回遊魚も見かけます。ここは熱帯魚の楽園ですね。さあいよいよウミガメ探しです。ゆっくり船を走らせます。あ、いた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 。カメ。ウミガメを発見しました。優雅に泳いでいますね。船長さんが船を止めて海に下ろしてくれます。こんなに近くで見られるなんてとても嬉しかったです。息継ぎする瞬間も見ることができました。一緒に泳いでくれてありがとうね。バイバイ、また会おうね。
他の場所を紹介していきますね。まずは百合ヶ浜南展望所に向かいます。ここからの景色は本当に素敵なんです。奄美十景といって奄美を代表する景勝地なんです。そして下に降りるとタイムトンネルと呼ばれてる岩穴があります。この穴の中から朝日を撮ると絵になるようです。あとは皇后陛下がこの地を訪れた時に読まれたという歌碑があります。次は百合ヶ浜が出現する時に行くと良いと思った場所です。場所は大金区海岸の北側の百合ヶ浜展望所近辺の海岸です。展望所へ向かう遊歩道には行かず海岸沿いを歩いていきます。そうすると海へ突き出した砂浜があるので潮の引き具合で素敵な場所になると思うのです。この遠くまで続くビーチを背景に写真を撮るのも良さそうですよね。百合ヶ浜と同じように遠浅の砂浜だからこそ見ることができる砂門も素敵です。次は与論民族村です。お昼を食べに行く途中で通り過ぎたのを覚えていますか？ここでは島の伝統食のパパイヤ漬けやかつお味噌などを買うことができます。パパイヤ漬けを買いましたがとても美味しかったです。あとは芭蕉布織りや草木染め、木枕作りなどを体験できます。でこの線をつないでいって私は芭蕉布織りを教えていただきました。まずは繊維をつなげていきます。そして繊維をつないで作った糸を糸車で黒田に巻きつけていきます。上と下とこ輪っかがあるんですよ、この倉庫ね。機織り機の使い方も丁寧に教えていただきました。そしてできたのがこちらのコースターです。良い記念になりました。次は常主神社琴平神社で行われた十五夜踊りです。このお祭りは国指定重要無形民族文化財なんですって。セリフはすべて世論の古い方言なのですが、係の人がどんな話なのか説明してくれます。見たことのない民族衣装をまとって皆さんが熱演されているので感動しました。酔いました酔いましたそして最後はいよいよ軽快な演奏に合わせてみんなで踊ります。海外の方もたくさんいらして誰でも参加できる素敵なお祭りです。おみきもいただき輪の中心へと誘っていただきました。そんな常主神社から少し階段を登るとこんな絶景に出会えます。ここから見る夕日もすごく素敵なんですって。さらに島の音楽で盛り上がりたい人におすすめなのがこのライブカフェかりゆしです。来年の2025年に30周年を迎えるかりゆしバンドのお二人が息の合った演奏を聴かせてくれます。
ライブのスケジュールや時間はホームページか電話で聞いて予約してから行くと良いでしょう。ライブが終わった後も気さくに話をしていただいて嬉しかったです。また会いに来ますね。与論島、どこも素敵でした。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いしますね。ウミガメの動画も長いバージョンで作ったのでご覧ください。